夏のコンテナ栽培では、毎日の水やりは欠かせません。水まきを2日怠れば、枯れてしまいます。貴重な水です。でも、この水は水道水で飲むことができます。飲んでみます。飲める水を、このように、大量に毎日まくの、もったいないですよね。水道代、下水道代も値上がっています。水道代0円を目指して、このように取り組んでいます。これがコンテナ栽培をしている庭です。花やバラの他に、夏野菜やイチゴ、イチジク、ブルーベリーなどを育てています。奥に畑があります。今は、かぼちゃとさつまいも、トマト、ピーマン、ナスなどが育っています。水道水の代わりに、使った後の風呂水を利用します。黄色のタンクで水を溜めます。これが装置です。500リットルのローリータンク、水中ポンプ、20メートルホース、じょうろ2個、ここにはないですが、風呂場にバスポンプがあります。ホースの先には2メートルのパイプが取り付けてあり、この先からタンクに溜めた風呂水が出ます。もともとはトゲのあるバラの根元に水をやるために使っていました。使い方は、水中ポンプをタンクの中に宙吊りにします。その方が音が静かです。朝早く行うので、音が大きいと近所迷惑です。きゅうりのコンテナは7つあります。きゅうりは水がたくさんいるので、しっかりと巻きます。水流で土に穴が開かないようにレンガを置き、そこに水を当てるように巻いています。畑に巻くのに使うのはじょうろです。2つあるので、一度に10リットル運べます。毎朝、ペットボトルを使った水やり機に約2リットル水を入れます。気になるお値段ですが、計算すると2年で回収できそうです。小さな菜園で毎日たくさん水をまかないなら、水中ポンプとホースをやめればお値打ちになります。画面ではタンクが2つありますが、1つは災害用トイレで使うために準備しているものです。ご視聴ありがとうございます。お気に召しましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。